はい、皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。いつも皆さん、私の YouTube を聞いてくださってありがとうございます。コメントも少しずつ増えてきて、皆さんとのコミュニケーションがすごく嬉しいですし、楽しいです。ということで、今回は私が日本語 YouTube を始めた理由について、皆さんにぜひ知ってもらいたいなと思います。今回は大きく4つに分けてお話しします。まず最初に私の言語学習のバックグラウンド。そして2つ目に私が日本語教師になった理由。そして3つ目が YouTube を始めた理由。最後に YouTube を続けられる理由についてお話しします。この動画を見た後に面白かったよとか、他の動画も見てみたいと思ってくださった方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではぜひ最後まで聞いてください。レッツゴー親のずラーニングハブ。ではまず私の言語学習のバックグラウンドについてお話しします。皆さんは日本語を勉強したきっかけ覚えてますか？私は小さい時にペンパルというサービスを使ってアメリカやオーストラリアのお友達と手紙交換をしました。もちろん最初は英語が全然できなかったので、辞書を使って一生懸命その手紙を読んだり、自分の返事を書いたりしていました。なんて書いてあるんだろうとか、私はなんて返したらいいんだろうっていうのを考えるのに、時間もかかって大変だったと思うんですけど、それ以上に自分が書いた手紙が海を越えて海外の友達に届くということや、その逆で海外の友達から私のところに手紙が届くというのにすごくワクワクしていました。それでもっと友達を作って上手にコミュニケーションを取れるようになりたいというモチベーションにもなっていました。小さい時から大人になるまで、オーストラリアでの1年以外はずっと日本に住んでいました。それでも英語の習得はできました。例えば JLPT の N1 みたいな感じで、英検っていうのが日本にはあるんですけど、英語の試験です。その一番上の級の1級を取得することもできました。まだまだネイティブには程遠いんですが、それでもコミュニケーションをスムーズにすることができるようになりました。日本に住んでいても英語学習でできることがあれば何でもトライしていましたし、あとは自分自身が英語学習をすごく楽しんでいたということが理由だと思います。どんどん自分の英語力が上がっていって、テストだったり、友達とのコミュニケーションだったり、できることが増えていくことがすごく楽しかったんですよね。例えるなら、ポケモンのレベルがどんどん上がっていって、ポケモンジムを一つずつクリアしていくみたいな感じ。次に、私が日本語教師になった理由についてお話しします。もともと私は人のために何かをすることが大好きです。誰かがわからないから教えてとか言うと、ついつい自分の時間がなくても教えてあげたくなるんですよね。それで、わからなかったことがわかるようになったよとか、テストでいい点取れたよっていうふうに言われると、すごく嬉しい気持ちになりました。なので実は小さい頃から私の夢は先生になることだったんです。そして夫のお母さんが日本語の先生をブラジルで今してるんですよ。そのお母さんに日本語教師やってみないっていうふうに誘ってもらったんですね。それが日本語教師を始めるきっかけになりました。あとは私自身日本語話者として英語やスペイン語を実際に勉強してみて、その大変さがすごくわかるんですよね。英語喋る人たちがスペイン語を勉強するのと日本語を勉強するのとでは全然違いますよね。例えば英語とスペイン語は単語で似ているものもたくさんありますし、あとは文法も語順がほとんど一緒だったりと、似ている部分がたくさんある近い言語同士だと思います。でも、英語と日本語はちょっと離れた存在ですよね。言葉ももちろん違いますし、ひらがな、カタカナ、漢字、文字も違いますよね。あとは
文法の構造も違っています。こういうふうにかなり遠い存在なんですよね。この遠い存在同士を勉強するっていうのってかなり大変なことですよね。私がそれを感じているので、きっと皆さんも苦労しているんじゃないかなっていうふうに思うわけです。特に日本語ですからね、世界でも最も難しい言語とも言われているぐらいですから、皆さんのことすごいなと尊敬するわけなんですけれども、こういうふうに自分がその言語の学習の大変さを知っているからこそ、皆さんの役に立てたら嬉しいなっていう気持ちがあったというのも理由の一つとしてあります。あとは他の言語を使って日本語を教えることができる人の数がまだまだ少ないんですよね。例えば、英語を使って日本語を教えるとか、スペイン語を使って日本語を教えるとか、そういった日本人の先生がまだまだ少ないので、私は英語のバックグラウンドを活かして日本語を勉強したいと思っている人たちの役に立てればいいなと思ったのも一つの理由です。一部の地域を除いて日本語を勉強したいっていう人が世界各国あちこちに散らばってるんですよね。だから日本語を勉強している人も周りに少ないし、さらに同じレベルの人を見つけるのもすごい大変なことなんですよね。私のスペイン人の友達も日本語を一緒に練習できる人が少なくて、それを探すのが大変だっていうふうに教えてくれました。だから日本語教師として世界中の日本語を勉強したい人たちを集めて、一緒に勉強する場を作ってあげられるんじゃないかなっていうふうに思いました。先ほど言ったみたいに私は誰かのために役に立ちたいという思いがすごく強いので、こうして日本語学習の役に立てることをできるというのはすごくやりがいがあることですし、日本語教師になってよかったなぁとすごく思っています。そして三つ目に YouTube を始めた理由です。日本語を勉強している皆さんに日本が好きで日本語を勉強していますと言ってもらえるたびにすごく嬉しい気持ちなんですね。だから、もっと多くの人に日本の文化や日本語の面白さを伝えたいと思って、まず SNS のインスタグラムや TikTok を始めました。インスタグラムや TikTok の動画ってすごく短いので、もっとこういうニュアンスがあるのにとか、もっとこういう会話の例があるのにっていうのが、うまく1分間の中に収まりきらないんですね。なので、もっと細かいニュアンスの違いであったり、リアルな日常生活の中での使い方だったり、そういったことを長い動画にして残したいというふうに思いました。長い動画にして残すと、たくさんの単語が出てくるので、いろんな単語に触れることができますし、あとはいろんな表現の仕方、そしてそれを聞くことでリスニング力がアップしますよね。私自身 YouTube を聞いて英語学習やスペイン語学習をすることが多いです。例えば会話を聞いてわからないところがあったら一時停止します。そして辞書で調べてノートに書きます。そしてまた再生して繰り返し聞くというようなサイクルで勉強します。そうすると、これ聞いたことあるぞ。この前もメモしたなとか、この単語聞いた、覚えてる。こういう意味だったよねっていう風に自然と定着していくんですよね。同じことを日本語でもすることができたら、きっと皆さんにとって役に立つはずだと思って YouTube を始めました。最後に YouTube を続けられている理由をお話しします。やっぱり TikTok や Instagram の短い動画に比べると YouTube は長い分撮影にも編集にも時間がかかってしまいます。それでもやりたいと思える理由は私の動画を見て日本語を勉強したいと思ってくださる方がたくさんいらっしゃるからです。そして私の動画を見てよくわかった、また次の動画も楽しみと言ってくださるそのコメントでまた次の動画も撮りたい、皆さんとのコミュニケーションをしたい、そういったモチベーションになっています。あとは、私の動画を見て勉強して、日本語で会話できましたとか、日本人の友達ができましたとか、日本で就職できましたとか、そういった人が一
一人でも増えるのが今の楽しみでもあります。ということで、今回は私が日本語 YouTube を始めた理由についてお話ししました。皆さんいかがでしたか？ぜひ皆さんと一緒にこの YouTube のコミュニティを盛り上げていきたいなと思っています。コメントやリクエストなどいつでもお待ちしていますね。この動画の他にも海外で驚かれる日本人の仕草10選や重要生活フレーズ、1日のルーティーンなどについてもお話ししていますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。これからもよろしくお願いします。またねー。